どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。突然ですが、敷島は本日飯田橋で打ち合わせがあります。で、せっかくだから今日は隣の駅から歩いてみようと思って神楽坂駅に来てみました。神楽坂はその名の通り坂になっていて、ここから飯田橋駅に向かって下り坂になっています。なので今日はここから一駅分散歩して打ち合わせのある飯田橋へ向かってみようと思います。というわけで、それでは早速行ってみましょう。早速駅の近くを歩いているんですが、なんか今日めちゃくちゃ天気いいですね。まさに散歩日和って感じです。神楽坂ってたまーに来るんですけど、よく考えると意外とちゃんと歩いたことはないような気がします。神楽坂に来るといっても、大体の場合すでにどっかお店を予約していて、そこに向けて移動しているだけなので、あんまり散歩とかはしたことないんですよね。でもなんかこの辺りって良さげなお店多そうですよね。いつもは坂のど真ん中の道を通るんですが、せっかくなので一本裏の道に入ってみましょう。このお店は何ですかね。人が並んでいます。人気店なんでしょうか。中華麺店って書いてありますね。ということはつまりラーメン屋さんなんでしょうか。こんだけ並んでるとちょっと気になりますね。ど真ん中の道の方は両サイドにお店がずらっと並んでる感じなんですが、一本入るとこんなに住宅が多いんですね。基本的に普通の住宅街と変わらないんですけど、たまに突然高級車が止められていたり、道行く人の品の良さそうな人率がやや高いのを見ると、確かに神楽坂っぽいなって思いますね。なんだかめちゃくちゃ変わった形のマンションを発見しました。これ一応住宅用マンションなんですかね。真っ白でバルコニーも大きいし、なんかおしゃれでいいですね。いつか敷島もこういうところに住んでみたいです。歩いていたら神社を見つけました。赤城神社というそうです。赤城神社って名前を聞いたことはあったんですが、実は来るのは初めてです。境内はしっかり整備されてて綺麗な場所でした。ちゃんと神社前とはしてるんですけど、心なしかね、どこか近代的でおしゃれな感じのする場所ですね。なんかネオ神社って感じだ。すげえデフォルメされた狛犬がいました。なんかずんぐりむっくりしてて可愛いですね。絵馬掛けの上のところに映画やドラマのヒット祈願の木札がたくさん貼られていました。ここって爆裂ヒット祈願の神様がいるとか、そういう神社なんでしょうか。調べてみると、この赤城神社には岩筒大野命という学問だったり芸術の神様が祀られているらしく、そのためここでドラマ、映画、アニメなどのヒット祈願がされることが多いんだそうです。それとこの神社は以前嵐のメンバーが出演したドラマにも登場したことがあるらしく、嵐の聖地としても有名なんだそうです。絵馬を見ると確かに半分以上が嵐のライブの当選祈願の絵馬で占められていました。人生でこんなに嵐という単語を目撃したのは初めてかもしれません。フォトスポットもありました。なんだか謎のモグラがいますね。かわいい。そしてこの境内にはなんとカフェまでありました。神社の境内にカフェがあるってあんまなくないですか。てかなんかおしゃれなカフェだな。残念ながら今日はクローズしてしまったようなんですが、とても気になるので次回は利用してみたいですね。赤城神社を出て移動しています。この建物もなんだかレトロでいいですね。見たことない三角形の看板が突き出てるのも面白いです。この辺りはちょっと歩いただけで面白い建物がすぐ見つかるので頻繁に足を止めてしまいます。ここも気になりますね。コンクリートで作られた建物がおしゃれです。ここは飲食店が入ってるっぽいですね。気になる建物がいっぱいだ。雑貨屋さんを発見しました。路地裏にひっそりある感じがいいですね。鳥の巣っていうお店みたいです。この細い看板がおしゃれでいいな。路地裏を縦横無尽に歩いていたら喫茶店を発見しました。トンボロというお店みたいです。手前が分室になっていて、奥のこの扉から入るみたいです。敷島は今回アイスコーヒーを注文しました。敷島は冬でもアイスコーヒーを飲むような人間なんですけど、やっぱり暑い日に飲むアイスコーヒーが一番美味しい気がします。
先ほどの空模様を見ていただくと分かる通り、今日はアイスコーヒーを飲むのに最高の気候でした。というわけでトンボロさんでした。ごちそうさまでした。さらに坂を降りていくと気になる階段がありました。なんか謎に味のある階段ですね。寺内公園という小さな公園に行き当たりました。公園の横の道では道のど真ん中に車でお店が来ててびっくりしました。どうやら移動販売の魚屋さんみたいです。魚屋さんの横をすり抜けてさらに進みます。この辺りは本当に細くて細かい道が多いんですが、そんな細い道を進んでいると突然東京理科大学の入り口に出ました。なんかこの辺はすごい構造になってますね。なんだかめちゃくちゃカオスだ。細い路地のところに賑わっているお店を発見しました。ガレット屋さんみたいです。そういえば以前神楽坂に美味しいガレットの店があると友人が言っていました。もしかするとこのお店なんでしょうか。ちょうどお腹も空いたので入店してみようと思います。はい、というわけで入店しました。ここはガレットの人気店だそうです。実は敷島、ガレットってこれまでの人生で一度も食べたことないんですよね。ガレットはそば粉から作るクレープで、どちらかというと結構しょっぱい系の具を入れて食べるご飯系クレープらしいっていうことぐらいしか知りません。一口にガレットといってもめちゃくちゃたくさんメニューがあるみたいです。どのメニューにしようかめちゃくちゃ悩んだんですけど、今回敷島はオーベルニャットというガレットを注文しました。それと以前友人がガレットのお店でシードルが飲めるよと教えてくれたんですが、メニューを見ると確かにシードルがあったのでこちらも注文してみました。シードルっていうのはリンゴから作った炭酸のお酒で、めちゃくちゃ簡単に言うとスパークリングワインのリンゴ版って感じのお酒ですかね。ガレットのことはほとんど知らないけどシードルのことはややわかります。今回はメニューの中から一番甘口のシードルを注文してみました。というわけでやってきました。シードルです。なんか湯飲みみたいのに入ってきたんですが、本場のフランスのブルターニュ地方ではこういう陶器の入れ物に入れて飲むのが一般的なんだそうです。リンゴっぽい味がしっかりする甘めのシードルで美味しいです。いやー、昼からお酒が飲めるなんて最高です。ちょっと待ってください。敷島、この後打ち合わせじゃね？いやまあ、あれですよね。一杯までだったら脳幹というか5秒ルールみたいな感じですぐ飲み切れば OK というか、なんか OK だと思うんですよ。マジでこの後の予定のことを普通に忘れて注文してしまいました。さすがにこのくらいでは酔わないですけど、マジで気をつけないとな。ガレットの方も到着しました。思った以上に具が乗っててめちゃくちゃゴージャスな見た目ですね。食べてみると合鴨のスモークが肉厚で、ブルーチーズがしっかりしょっぱくて満足感があります。これでお酒飲めちゃうな。蜂蜜がかかってるのもまた最高で甘じょっぱい味が癖になります。さっきも言った通り、敷島は人生で初めてガレットを食べたんですが、確かに生地部分にしっかりそば粉の風味がありますね。美味しいです。今度来たらまた別の具が入ったガレットを試してみたいですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。気になる看板がありました。右入り17歩と書いてあります。右ってこんな狭い道しかないんですけど、本当に入っていいんでしょうか。あ、本当にお店がありました。今の時間はまだ営業してませんでしたが、今度伺ってみたいですね。飯田橋の駅前の橋までやってきました。目的地まではあとちょっとです。というわけでやってきました。角川さんのビルです。本日はここで打ち合わせです。入り口にも株式会社角川書店と書いてありますね。なんか緊張します。とりあえず行ってきます。というわけで角川さんの会議室に到着です。で、めちゃくちゃ突然なんですけど、この度敷島、角川さんから書籍を発売することになりました。書影ですよね。ちょっと待ってください。探します。ありました。これです。めちゃくちゃかっこいい表紙にしていただきました。今回こんな感じのエッセイが発売されることになりました。
ちなみにカバーイラストを担当してくださっているのは、今まで敷島の数々の個人制作の同人誌や CD などの表紙イラストを担当してくださっていたエアコンさんという方です。こうして今回全国流通する本にまで関わっていただけるのが本当に嬉しいです。で、今回書籍と一緒にグッズ付きのバージョンも作る予定なんですが、今回はそのグッズのサンプルを確認しに来ました。ちょっと開けます。はい、ありがとうございます。すごい。ちょっとパズルならなくてすいません。いえ。可愛いです。いい感じに出て。すごく車掌感がありますね。めちゃくちゃデザイン案が4パターンこれは出ていますね。この右側の1234のとこですね。三角形の部分をくり抜くかくり抜かないか、そして大きさも違うんですよね。くり抜いたのとくり抜いてないので、でキャラクターはオレンジの枠があるかないかの違いがあったっていうことですよね。今回は枠なしのものとくり抜いてるこの4番に決まりましたっていう感じですね。これ立体で彫って作るので、そういう細かい部分の再現を元のイラストだとちょっとしにくいところの微調整をしているのが左上ですね。本当だ。丸の部分は元々の敷島さんの、イラストからはちょっとだけ変えたりしてるんです。変わってるんですね。彫るときに細かすぎると潰れちゃうので、潰れないように、でも彫ったときに元のイラストの雰囲気とか印象をできるだけ彫った形でも再現できるように。なるほど。ピンバッジの会社さんが微調整をちょってすごい細かいところを職人技でやってくださって、で彫れる形にしていると。なるほど。確かになんか比較すると確かに微妙にそうなんですね。ここが太くなってたりとか、目の白目の部分がちょっとだけ、本当だ。気づかない。すごい。サイゼリア間違い探しだ。すごい。口とかがちょっとエンボスっぽくなってるんですよ。ちょっとこうなってる。そう単純にギャラプリントしてるだけじゃなくて彫ってある。なるほど。こうやって色をさして。なるほど、そういうことなんですね。確かによく見るとそうですね。これがモダンでちょっと紐が別になってるんですけども、結構厚みもしっかりしてる感じなんですね。しっかりあります。これもこんな感じでぴったり。すごい。素敵です。可愛いですね。はい。こんな感じで。いいですね。ありがとうございます。ストラップの部分にこんな感じでピンバッジをさせるという、いいですね。これ確かにかわいい。すごいいいですね。かわいい。社員証とフォルダーの方ですね。社員証はどこにちょっとロゴを入れるのかというところで1、2、3、デザインが出ていて、今回はこれは3番のもので出しています。真ん中にドンってですね。1番とちょっと悩んだんですが、やっぱ3番の真ん中にドンだと見栄えがそうですね。やっぱりロゴが可愛いから大きく真ん中にある方が良さそうですね。で、もう一つが社員証ですね。これはもう実際の社員証、会社の社員証のリアルを再現して作っていて、ちゃんとロゴも入ってすごい右にロゴがしっかり入ってますね。社員番号は今ちょっと0000ですが、実際に製造するときはナンバリングといってちゃんとそれぞれ付番されるようになるので、一人一人違う番号が送られてくるんですね。すごい。所属部署とかも飲酒部。本当だ。飲酒はそうですね。仕事ビジネス飲酒。最後が飯。これは私がデザインしたやつをやっていただいたやつですね。結構しっかりはい艶も出て、そうですね。なんかすごく高級感があるように感じています。厚みもしっかりある。
こんな感じで大変丁寧に作っていただいたグッズのサンプルを確認しに来ました。こうして実際に手に取ってみるとやっぱり嬉しいもんですね。発売が楽しみです。というわけで今回は神楽坂の坂を下って飯田橋方面にまで行き、打ち合わせに参加するという動画でした。来る直前に飲酒したことがバレなくてよかったです。昼の時間帯だとまだ開いていないお店とかも多かったので、次は夜の時間帯なんかも散歩してみたいですね。それともう一回宣伝入れちゃってあれなんですけど、敷島テトラのエッセイ本の予約は本日からスタートしております。詳しくは概要欄をご確認ください。発売は夏真っ盛りの8月20日となっております。拙いながらも全部自分の言葉でちゃんと書いたので、読んでいただけたら嬉しいです。というわけで今回はここまで。また次回の動画で